いいよ、見てて。一つの夢叶うまで負けない行くよ。あんまりうまくできなかった。必ずトップアイドルになってみせます。おはよう。私はこの学園で勝ち続けて上に行く。プロデューサー、足だけは引っ張らないで。いつでもステージに立てます。プロデューサー、言っておくけど、私、夢を叶えるためにあなたを利用しているだけだから。いい心がけだね。そこまで言うなら私のそばにいてもいいよ。全力でいきます。おはよう、プロデューサー。私がトップアイドルになるためにはやるべきことがたくさんあるから。モチベーションを下げてる暇なんてないよ。プロデューサーだって同じ気持ちでしょ。全力でいきます。プロデューサー、相談があるんだけど、最近すごく調子が良くてレッスンを増やしてもいい？見ていて、プロデューサー。私、どこまでも高く飛んでみせる。必ずトップアイドルになってみせます。おはよう、プロデューサー。いつもありがとう。今日はコンディションがいいんです。いい結果を出してみせます。プロデューサーってせっかちだよね。そんなにどんどんオーダーをしてさ、私じゃなかったら潰れてるよ。もちろん私は平気だけど、やってみせる。なんだって。全力でいきます。プロデューサー、相談があるんだけど、最近すごく調子が良くてレッスンを増やしてもいい？わかりました。トップアイドルになるために役立つのならぜひ。話を戻すけど、レッスンを増やしてもいいですよね？全力。さすが私のプロデューサー、話がわかるね。もっともっと頑張って新しいスキルを身につけてみせます。足を引っ張るようなら容赦しないから。
この感覚を忘れないようにしないと。プロデューサー来てたんだ。見ての通り良すぎるくらいです。問題ないよ。少しも疲れてない。強いて言えば問題がなさすぎるのは不安というか不思議かな。嫌味がひどい。私そんなに迷惑かけてますか？そうなんだ。ごめん。歌で取り返すから。見ていてくれ。お世話になってます。いろいろ。望むところだよ。いつも通り頑張って頑張る。ただそれだけ。以前の私と同じようで違うのはちっとも後ろめたくないところかな。見ていてください。プロデューサー、最近私のことをつけ回してるよね。物は言いようというか、まあいいけど。なら担当アイドルに教えてくれる？今月村手まりが上を目指すために何が必要だと思う？違わない。だけど正直どうしていいかわからない。相談させて。全力でいきます。何それ。私の歌じゃ通用しないっていうの？私もそう思う。決まりだね。歌唱力のさらなる向上やってみる。私も同じ意見。ただこの課題は私がずっと取り組んできたものです。そう簡単に解消できると思えません。
願いします、プロデューサー。ダメだ、このままじゃ。プロデューサー見てたんだ。もしかして止めるつもり？え？望むところです。トップアイドルになるためならどんなレッスンにだって耐えてみせる。そういう言い方はずるい。わかりました。今回はプロデューサーの顔を立ててあげます。意外です。もちろんです。今日だってもう切り上げるところでしたし。ストイックと無茶は違うって自分で分かってるかな。休めばいいんでしょ。もうすごい嫌な言い方。見ていてください。何か言った？わかりました。すぐに準備します。私の歌です。ああ、違います。本番前に好きな歌を聴いてリラックスしていたんです。自画自賛だって言われようと、私は私の歌が好き。もっと好きになるために第一関門突破してきます。私の実力なら問題ないって分かってますから。思い上がるな、油断するな、そう咎めますか？言われなくてもそのつもりです。は、絶好調ですが。じゃあ何だって言うんですか？
それでも今日は参加しますから。何ですかそれ。分かった、やってみるよプロデューサー。必ずトップアイドルになってみせます。分かった。それでプロデューサーは昇進の私にどんな言葉をかけてくれるの？そこまで言うことないじゃないですか。年下のアイドルに対して大人げないと思います。最低ですね。そう、私が特別なんだ。そういうことなら許してあげなくもないこともない。ってこんな会話をしてる場合じゃなかった。ほらプロデューサー、今日の反省会やるよ。ひど。少しは傷ついてるのに。分かってるじゃないですか。今日はダメだった。なら次はどうするか、そういう話しよう。それでこそ私のプロデューサーだね。今日みたいな結果にはもう二度とならない。私は絶対にトップアイドルになってみせる。いつでもステージに立てます。それでプロデューサー、続きは？その選択はあまりにも意識が低いんじゃないですか。そうでしょうか。そういうことならプロデューサーの指示に従います。だよね。今日の結果は私たちにとって当たり前の日常でしかない。淡々とやるべきことをやっていこう。何？うるさいな。そう
そういうのいいですから。時間の無駄です。どういう理屈ですか。まったく仕方ありませんね。少しだけなら褒めてもいいよ。いいから1位かどうかだけ聞かせて。それをいや妥当かな。今日の私は1位じゃなかった。結果は結果だから早く受け入れて切り替えた方が建設的です。違いますか。何か1位じゃなきゃ意味ないよ。なら意味はあるかもしれないね。価値はないけど。ごめんプロデューサー。次はもっと頑張ります。あなたが下手くそな慰めの言葉を口にしなくて済むように。そんなことを言われても何の慰めにもなっていません。じゃあどんなつもりだったって言うんです。失礼な。まるで普段の私が問題児みたいじゃないですか。聞いてあげますから早くしてください。まずね、プロデューサー意見を聞かせて。この順位どう思う？私にとってはこれでも出来すぎってこと。はっきり言うね。腹が立つけど私も同感。問題ないよ。今のままで通用しないなら成長するだけだから。分かってはいたけど簡単じゃないってことか。いいね。そのくらいじゃないと張り合いないよ。今日の悔しさを糧にして高等部でも頂点に立ってみせる。
愚問だよプロデューサー。私はトップアイドルを目指してるんだから、当然のように1位を取り続けなくちゃならないんだ。すごく悔しい。自分がまだまだって思い知った。もっと頑張らなくちゃ。見ていてください。素直に喜べない結果です。早く何とかしないと。分かってます。プロデューサーって本当に嫌な人ですね。どんなに厳しいレッスンだろうと望むところです。必ずやり遂げて成長してみせます。私はトップアイドルになるんだから。全力でそんなこと言われても無理です。こんなんじゃダメだ。もっと頑張らなくちゃ。そうですね。おっしゃる通りです。ここから私がどう頑張ればいいのか相談させてください。いつ議題はプロデューサーのそういうところ嫌いじゃないよ。余分なあれこれがなくていい。じゃあやろうか。私がトップアイドルになるための話し合いを。足を引っレッスンの出来を褒められてもね。ねえプロデューサー、私の歌はトップアイドルのレベルで通用しますか？私のやる気を出す方法よくわかってるよね。プロデューサーのそういうところ嫌いです。そうかな。私本番の方が調子いい時もありますけど。ええ、私本番に強いアイドルなんです。なんですかその反応。